안녕하세요.ガイドのヨンヨンです。今週の8日火曜日にまた大変なことが起きました。前僕のチャンネルでも紹介したことがあるウハの3大チャンネルの中で、実質今ワントップなんですが、そのチャンネルで韓国人が騒然とするような出来事がありました。まずその3大チャンネル、今になってはその3大チャンネルっていう言葉を取り消しにしたい気持ちです。今は通信販売に転落してしまった一番チャンネル登録者が多いチャンネル。事件以来、チャンネル登録者は110万人を超えてるんですが、再生回数はかなり低いんですね。今世界的にコロナのおかげで再生回数はみんな普段の3分の1から5分の1ぐらいしか出てこないってみんな言ってるんですが、去年に比べてもかなり再生回数が低いです。最初からチャンネル登録者と再生回数が合わなかったチャンネル。ものすごい権威的で自分がまるで朝鮮時代のヤンバンにでもなったかのように、実質カルセル研究所のカギョンソク所長とかは国家議員もやったこともあるし、今も弁護士事務所を経営しながら地上波のいろんなチャンネルでレギュラーとか司会者を務めていたので、認知度が高いにもかかわらず、まるで YouTube チャンネル一つ運営して自分が権威的な態度で難しい言葉を並べると、国民がみんな自分のことを知っているかのように勘違いしているんですね。日本でも放送されているのかわかりませんが、パク・ボギャムの青春の記録っていうドラマの最初のところを見ると、その芸能人のお母さんがバレないように少しずつうまく息子のチャンネル登録者を買う場面が出てきます。僕はこの最初からペネンの方は結構キリスト教の方からキリ登録が多いそうなんですね。神の言ってもそうなんですが、だからみんな教会を通ってるっていうふうに言っています。実際教会を通ってる人が多いから、そういう人たちの方からチャンネル登録をしてもらわないとチャンネル登録者数が増えないっていうのも事実です。セウォル号の事件の時からセウォル号を売りをして国家議員になって、今回また再選されました。この人が再選されたということも負に落ちないんですが、とにかく再選されました。この共に民主党の議員は YouTube のチャンネルも今年開設して、あっという間に18万チャンネル登録者を持つようになりました。都の代表であるイナギョンさんとかも9万5千人ぐらいしかいないのに、はるかに超えるチャンネル登録者を持っています。なのにライブをやると29人しか見ないんです。おかしいでしょ？こんなにバレバレになるぐらい買いすぎると恥ずかしくない？この3大チャンネルの中、今実質一番影響力があるカルセル研究所、月曜日から金曜日まで夜7時は3人でメインのニュースをやっているんですが、チャンネル登録者数は62万人で止まってます。ちなみに僕のチャンネルも1万2000人で止まってます。1万3000人を超えたことがありません。日本の人口の1億3000万人の中で最高有識者である1万2000人が登録してくださっていることはよく承知の上ですが、もう少しは広げましょう。まずは1万3000人を超えましょう。今年のうちに。それから来年僕も3万5000人ぐらい買おうかな。問題は8日、今週の火曜日に起きました。このカルセル研究所っていうチャンネルは平日朝2回1人ずつまたニュースをやって、昼間もレギュラーの方が一人でニュースをやります。そして夜7時はまたメインの3人でライブ放送をやっています。朝9時に前国家議員、弁護士であるカギョンソク所長が朝9時のライブニュースを終えて新聞を見ながらトーストとオレンジジュースを飲んでいた。で、その最中に家にベールが鳴って奥さんは当然この上まで上がれるのは当然宅急便だと思ってドアを開けたらなんと刑事3人が押し寄せてきた。そしてトーストを食べてる途中でカギョンソク所長は大統領名誉毀損の罪で逮捕されます。問題になるのは以前カルセル研究所略してカーセヨンで放送したちょうど僕がこのような動画を作ってる時だったんですね。今年の3月。コロナ関連して宗教団体である新チョンジェのせいにしてそれがまたテグのせいになってそれがまた前の政権のせいになる。コロナは大国のせいでしょう。そのような左のフレームにかけられ、結局、新チョンジの競争は今年の3月、韓国の都市で90歳の老人が中には半袖を着て、対国民謝罪をします。それだけじゃ気が済まなかったのか、
彼の腕時計をクローズアップして、その腕時計と前の政権をつなぎ、前の政権のせいにしようとしました。それでその日、カセヤンの方は、あんな風に写真を撮るっていうのは、打ち合わせがないと撮れないと。皮肉に自分たちも、ムンサイナン腕時計をして、クローズアップをしてみろと、謝罪をする演技をします。そしてこの競争と、もともと仲のいい、親しい関係であるのは、パク大統領ではなく、ムンサイナンだっていう写真を公開します。この写真は、天地日報の記事を引用したんです。でもそれが、顔が似てるだけで、その記事にも、競争っていう話は書いてなかったです。当時、青瓦台の方も、確実にこれがいい競争なのか、判明できなかったんです。でも時間が経つにつれて、これがいい競争ではないってことが判明され、カセヤンの方は誤報を認め、訂正放送をして、その動画を削除しました。いい競争でもない人と写真を撮ったのに、カセヤンの方がいい競争と写真を撮ったって競技事実ルフで大統領の名誉を毀損したっていうことです。今年の3月に起きたことをなぜ今になって問題化するんでしょうか。警察の方に突きつけられた令状の内容を見ても、たった一つこの内容しかないっていうことです。その動画のリンクを添付した書類と、これが名誉毀損だっていう内容です。玉ねぎ男もそうなんですが、娘がポルシェに乗って学校を通っていた。それが事実と異なって名誉毀損だと告訴をする。実はベンツに乗ってた。それが名誉毀損になるんですか？この世間になっては自分たちが気に食わなければ何でもかんでも名誉毀損になりますから。ここでまたものすごいひどいネロナンブルがあります。カギョンソク所長が警察の3回ぐらいの召喚に応じなかったって言うんですが、そもそもこのぐらいの程度が罪になると思っていなかったんですね。そしてちゃんと案内文も送ったそうです。左の方は僕のチャンネルにもよく出てくる左の代表的な言論人の中で、またホットな中人の記者。ちなみに誰が中人の記者なんでしょうか？私の動画をずっと見てきてる룡룡TVのファンならすぐわかると思います。この中人の記者はイ・ミョンバク大統領に何のアポもなくいきなり現れて、ソウルソリの記者バージョンっていうふうに考えればいいです。この記者は警察でもなく検察の召喚を3年間応じなかったんです。今回のユン・ソチョの犯人射殺事件を仕切った中名の左腕であるハン・ドンス監察部長は大検察庁の捜査に応じないと提出しろっていう通話記録も提出してないんです。なぜ対応しないの？自分は1億4000万ウォンのレクサス LS に乗りながら反日を訴えてた今回比例代表で選ばれた議員も警察でもなく検察の方で被疑者調査をするって言って3回も召喚してるのに応じなかった。なんで対応しないの？この他にも数えきれないほどたくさんいます。カギョンソク所長はソウル地方警察庁の方で8時間ぐらいの調査を終えて帰宅しました。最初のコメントは家に帰ったら朝食べ残した食パンを食べきるっていうことでした。この逮捕の令状は先週の金曜日に出たにもかかわらず、なぜ月曜日ではなく火曜日だったのか。このタイミングに注目すべきです。月曜日あたりは韓国で有名なアイドルグループ、僕は見てもよくわかりませんけど、チョンハっていうアイドルが病院ではコロナの陰性結果が出てるのに、その後にまた保健所では陽性だっていう結果が出て、その記事が話題になりました。映画ジャッキングのように芸能人のニュースを溜め込んで国民の目をそらしたい時にそれを流す。でも今は時代が変わって芸能人のスキャンダルだとか麻薬事件などを溜め込む必要がないです。ただ有名人の方にいや陽性だよっていうふうに言っちゃえばいいですから。後で間違ったとかまた検査やり直したら陰性だったとかここまでなると今は政治的に最も利用しやすい567がありますから、カギョンソク所長を逮捕した火曜日には何があったかっていうと、韓国のポップサービで与党が自分たちが公設처장を任命しやすく、公設처法の内容の中で推薦人7名の中で6人が賛成しないと最後に候補2人に絞れなかったんですが、それを推薦人5名が賛成しても最後に候補2人に絞れるような改正案を強行通しました。実質この日、
韓国のネットやリアル検索のキーワードの中では、カ・ヨンソク所長がずっと1位をして、コンスチョの方は国民の注目を浴びることができなかったです。これで、カーセンの方が X マンになって自分たちをフォローしてくれたかのように言っているんですが、計画して火曜日を狙ったのは自分たちでしょう。結果的にこうやって弾圧すると、むしろこのカルセル研究所の人気が高まり、2日間また普段よりも数十倍を超えるスパチャが集まりました。マスコミの方でもコンスチャ解散の方がメインのニュースにならないようには成功したっていうことです。ムンサイナンは大統領になる前に地上波のテレビとかにも出演し、国民が大統領に向けて非難をするのであれば、真摯に受け止めると。それで国民の気が済むのであれば、私はいくらでも我慢できると。自分の特技は我慢って言っていた人です。韓国の最高の公認である大統領にこのぐらいの批判と牽制ができないのであれば、ここは北朝鮮でしょう。ムンサイナンが失権して経済安保、解雇にムンサイナンが起こったといえば、ムンサイナンが掌握した言論がムンサイナンと呼んだと、ムンサイナンと呼んではいけないと批判し、ムンサイナンが掌握した警察が家に押し寄せて逮捕をする。このムンサイナンが災難じゃないと何がムンサイナンですか？国葬は被害者、また法的代理人、親族などの告発権者が警察や検察などの捜査機関に対して犯罪事実を告発し、犯人の処罰を求めるものです。告発は被害者や告発権者ではない第三者が行う告発です。この大統領の名誉毀損をなぜ共に民主党が告発するのか。三権分立って知らない？共政府と立法府は互いに牽制しなきゃいけない関係だよ。結婚して一つになるのではなくて、ここでもう一度このタイミングを考えてみると、前から Facebook とかでムンサイナンの嫁を狙い撃ちしていたカ・ヨンソク所長。あの時も衣装が似合わない。そしてあるところでシャネルの服を着ていた嫁のことを同じ服違う感じっていうことで投稿しましたが、当時の世論はものすごい否定的で所長への非難が殺到しました。モデルと比較するのであればそれは当たり前だろう。バカか。そんな言ってる君は着こなしがそんなにいいのか？あの時のトラウマでカ・ヨンソク所長は今も Facebook をやってないそうです。でもその後、不倫騒動が起こって、不倫相手の印鑑を捏造したっていう罪で拘束され、その間もカ・ヨンソク所長はずっと無罪を主張してきましたが、結局2審で無罪の判決が出るまで163日拘束されてました。今回も逮捕される前日、この夫妻が寄付をする場面があって、この時にまた嫁がものすごい派手な指輪とフィアス、アクセサリーが話題になって、結局指輪とかはフォトショップで消したそうなんですね。この時のこの腕を拡大すると何かが連想できると金正代表が言いました。南大門市場だとか東大門のチャンチュン洞の方にある食べ物のことです。そして次の日逮捕。怖いですね。これでやはりどの家も実際権力を握っているのは女性。釈放された後の放送でカ・ヨンソク所長はこれが罪にならないってことを刑事たちも知っていた。私の立場を理解してくださいよと逆に言っていた。でもこれは見せしめであって懲らしめるためだ。この2年間ムンサイナンを非難するにあたって急先鋒に立っていた罪だ。むしろこれはよく戦ってるし、ある意味軍書だと思ってこれからももっと頑張らせていただき、必ず選挙問題を暴き出し、真実を明かすと言いました。もう最近は YouTube の方もアメリカの選挙に絡む内容を言うと、ペナルティが与えられて動画も削除されるそうです。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。